ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あとのことは任せたぞ、カカシ、さくら。兄者、これでマダラとの決着もついた。お前たちなら俺たちとは違う決着もあるだろう。これで俺たちはもう自由だ。私は森にこもることにします。ハチミ、てめえはどうすんだ。あいつの耳障りなラップも癖になっちまってるしな。お前たち全員のチャクラはすでにナルトの中に少しずつ入っている。ま、ジジイがそう言うなら仕方ねえか。これでやっと臨界大戦は終わったんですね。我が母かぐやと戦い、己の出した答えに変化はあったか。かぐやは今まで戦った奴らとは違う。鬼と呼ばれるように変貌した理由は分からぬが、美獣たち全てのチャクラを有していても母のようにはなるまいて。お前たちはいい。美獣全てのチャクラを持つナルトと間違いない。してあとはサスケよ。お前は。それとな、美獣ども、お前らは全て俺の管理下に置き、あとはお前に任せるしかなくなった。まだお前は復讐を望んでいるっていうのか。闇を抱えぬ里、忍び世界を一新する。お前の正直な考えを聞きたい。だから俺が火影になり里を変える。自爆転生。少しの間辛抱してくれ。そして邪魔者はいなくなった。力を一方に託した結果がかつてのインドラとアシュラ。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。美獣たちを離してやってくれ。あいつらはやっと自由になれたんだ。あいつらと仲良くなったからわかんだ。もう悪さはしねえよ。つまりお前は死ぬんだ、ナルト。必然的にな。奴らもそれまでは生かしておいてやる。俺がそうさせねえの分かってんよな。場所を変える。お前なら分かっているな。みっともないよね。お前は本当にうざいな。さくらはお前を助けたかったんだ。ずっと今でもお前のことを思い涙を流すのはお前を愛して苦しんでいるからだ。この前父さん俺のことをさすが俺の子だって言ってくれたんだ。でも最近父さんと兄さんの仲が良くないから。父さんはいつもあなたたちのことを心配しているわ。イタチはあなたより大きくて先輩なだけ。私と話すときはあなたのことばかり話してるのよ。父さん。お稽古じゃない、修行だよ。行ってきます。いってらっしゃい。サスケ、約束したんだ。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。愛情とは難しいものだな。かつてわしにも二人の子がいた。愛情が憎しみへと変わってしまったのだ。サスケもマダラと同じ運命だとそうおっしゃりたいのですか。過去は未来が変わらぬと気づかせるためにあるのではなく、今度は憎しみが愛情へと変わるのを願いながら。やっぱここかよ。懐かしいなサスケ。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。俺の言う火影はお前のそれと全く違う。みんなに認められたやつが火影になるんだってよ。俺の言う火影とは何なのか教えてやる。サスケは今闇の中にいる。ああ、分かってるってばよ。俺の語る火影が俺の答えを示す。そこまでして守る国と里とは何なのか。イタチは一人でその平和を支えようとしていたんだ。彼こそが本当の火影だったんだと。そしてそこまでして守りたかった国と里、イタチの思いも理解した。だが俺はもう兄とは違う。もう全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。闇の中の憎しみはなくならん。
誤差と全ての闇を己の炎一つで焼き尽くし言ったはずだ。お前らが俺のことをどう思うかは関係ないと。かぐやとの戦いもそうだったろうが。そして俺たち兄弟のように。それが美獣たちを先代五掛を切ることだってのか。お前だってイタチのことを全部なかったことになんかできねえだろうが。失敗して次どうすりゃいいか考えるってことをよ。サスケはお前に任せる。ただ信じてやるのだ。今わしらにはそれしかできぬ。お前たちがどうするかどうなるかはお前たち次第だ。イタチなき今やっと一人になったように思えた。俺の火影はつながりを切り一人となって完成する。忍びの答えを見せてくれ。後手に回れば死ぬぞ。また一人になろうとしてるお前をほっとけねえだろう。お前もそうだろう。ナルト、お前を切らねばならない。だからこそ俺が世界を見張り続ける。里同士が遺恨を捨てて団結する以外に生き残る道がなかった。でお前がいなくなった後はどうなるってんだ。そして今までのような戦闘ではなく影から管理が必要だ。それが俺の言う火影のあり方だ。俺ってば。もういい。俺はやべえな。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。すげえのが出てくるぞ。気抜くな、ナルト。今の俺には対抗できない。そしてこれにもな。地上ありったけの分だ。送るぞ。感じる。これほどの自然エネルギーが急に。俺が今はいろいろ背負っちまってる。勝負してお前にちゃんと勝ちてえんだ。サスケ知ってくれ。
わしの自然エネルギーが間に合わなかったらさっきので消し飛んでたんだぞ。さすがにチャクラを使いすぎたか。ナルトサスケの勝利では互いに和解の印だ。さっさと和解の印をしろ。もう夕方。最後の戦いをしている。これでやっと俺は一人になれる。友よ、いい加減おとなしく切られやがれ。その唯一が俺だからよ。それにかぐつしまでこの一撃で決める気だ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。お前はわしらにとっても唯一だった。サスケの勝利では互いに和解の印を。あそこに顔岩作ってもらえるかもね。俺はお前をずっと愛している。もうすぐ会える。お前も俺もあまり動くと地位で次で死ぬぞ。俺は闇に入り全てを切るための力を得た。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。体が動かねえからってやけに口がよく動くじゃねえ。いいから答えろ。友達だ。お前にとってのそれは一体何なんだ。お前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこを見てっと今はさすがにあちこち痛くてどうにもならないけどな。バカなことをしてはわざと叱られようとしていた。だが何度も叱られているお前をずっと見ていると、他人とつながろうと必死なお前を見ていると、だがそれは同時に弱さだと思った。なのにお前と同じ班になっちまった。そしてまた家族がちらつく。そして俺は七班に己の家族の影を見るようになった。お前の痛みが分かった時初めて仲間と思えた。すぐにでも話しかけたかった。なんか嬉しくってよ。目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。お前はいつも俺の前を歩いてやがった。サスケはお前に任せる。鼻からそのつもりだ。でもって里の奴ら全員に俺の存在を認めさせてやんだ。なめんじゃねえ。俺は逃げねえぞ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。だ
だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。仲間一人救えねえやつが木陰になんてなれるかよ。お前はこれほどまでに。おかげになった者が皆に認められるんじゃない。兄さん。まさか今度こそマジで天国なんじゃ。お前ぶん殴って今こそ本当に目覚まさせてやろうと思ったのに足りめえだ。何度だって認めてやるよ。この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえ。ここで俺が死ねば陸道仙人の言う長き因縁も終わるだろう。俺自身で己に決着をつける。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。これ以上同じことを言わせんな。